永遠のウルヌセ。風が冷たく頬を撫でていく。佐伯匠はゆっくりと丘の斜面を登っていた。街灯もなく、人里から離れたこの丘は、まるで現実から切り離された場所のようだった。匠は深い悲しみと焦りを胸に抱えていた。愛する人、真帆が重い病に倒れ、残された時間はもうほとんどなかった。そんな彼の耳に、ある奇妙な噂が届いたのは、つい先日のことだった。町外れの丘の上に永遠を売る店がある。最初はくだらない都市伝説だと思った。だが、真帆が弱りゆく姿を見るたび、その言葉は匠の心に強く焼き付いていった。もしも本当に永遠が手に入るなら。彼は迷いながらも、噂の真理を確かめるために、この丘へと足を運んだのだった。丘を登りきると、そこには小さな洋館風の店が静かに佇んでいた。優しいランプの明かりが窓から漏れ、まるで匠を待っていたかのように穏やかに揺れている。扉には小さく、永遠堂と書かれた札が掲げられていた。本当にあったのか。匠は小さく息を吸い込むと、ゆっくりと扉を押し開けた。店の中は暖かな明かりに満ち、棚には様々な古めかしい品物が並んでいる。静かな空間の奥から一人の人物が静かに近づいてきた。店主は柔らかな笑みを浮かべ、匠を優しく受け入れた。いらっしゃいませ、永遠堂へ。あなたが求めているのは永遠ですね。その言葉は匠の心の奥底まで響いた。そして彼は小さく、しかし確かにうなずいた。匠はまだ知らなかった。この店で手にする永遠が一体どのようなものなのかを。永遠が欲しい、そうおっしゃいましたね。店主は柔らかな武将を浮かべたまま、匠を静かに見つめていた。はい、匠はかすれた声で返した。僕は真帆という恋人を失いたくない。彼女と永遠に一緒にいたいんです。お願いです。方法があるのなら教えてください。匠の必死な瞳をじっと見つめ、店主はゆっくりとうなずいた。永遠を手に入れる方法は確かにあります。ですが、それには相応の代償が必要です。代償？匠が問い返すと、店主は棚に並ぶ不思議な品物を静かに示しながら続けた。ここに並ぶ商品はすべて、かつて永遠を望んだ者たちが差し出した最も大切なものです。永遠とはそれほどに重たいものなのですよ。匠は棚の品物を見渡した。懐中時計、色あせた写真、小さな宝石。それぞれがどこか悲しげな気配をまとっていた。あなたもまた大切な何かを差し出さなくてはなりません。それを覚悟できますか？匠は一瞬躊躇した。だが真帆の弱々しい笑顔を思い浮かべると、その迷いは消え去った。何でも差し出します。僕にとって彼女以上に大切なものなどないから。店主は静かに目を細めた。それではあなたの最も大切なものをいただきましょう。それはあなた自身の記憶です。記憶？ええ、記憶を手放すことであなたは永遠を得ることができます。匠は言葉を失った。だが迷いはなかった。構いません。僕は真帆との未来のためなら、自分の過去を手放すことだって厭わない。その瞬間、店主は静かに微笑みを深めた。わかりました。それがあなたの選択ですね。では永遠を授けましょう。店主は小さくうなずくと、店内が柔らかな光に包まれた。匠はその光の中で、徐々に自分の記憶が薄れていくのを感じていた。真帆との新たな人生が今始まろうとしていた。気づくと
匠は真帆と二人で小さな部屋の中にいた。真帆は元気な笑顔で、柔らかな日だまりの中に佇んでいる。あれほどまでに苦しめていた病の影は、まるで初めから存在しなかったかのように消え去っていた。匠、どうしたの？ぼーっとして。彼女の声は明るく澄んでいた。ああ、いや、なんでもない。匠は微笑み返したが、胸の奥にはなぜか不思議なうつろさが広がっていた。日常は穏やかで幸福そのものだった。だが匠は自分自身がなぜ真帆とここにいるのか、記憶を探っても答えが見つからないことに気づき始める。ねえ、私たち、昔よく行ったあの場所、覚えてる？真帆がふと問いかけても、ごめん、ちょっと忘れちゃって。匠にはまるで記憶がない。そう答えるしかない匠を、真帆は寂しげな表情で見つめるようになった。日々が過ぎるごとに、真帆の表情から笑顔が消え始めた。その原因が自分にあることに、匠も薄々気づいていた。ある日の夕暮れ、真帆は静かに問いかけた。匠、あなた何かを失ったんじゃない？私のこと、ちゃんと覚えてる？匠は答えられず、ただ真帆を見つめ返した。真帆の瞳に溢れた悲しみが、匠の胸を締め付ける。私たち、永遠に一緒にいられると思っていたけど。その言葉を聞いた瞬間、匠は全てを理解した。自分が差し出した記憶は、ただの過去ではなく、真帆への愛情そのものだったのだと。記憶を失った自分には、永遠など何の意味もなかった。ただ空っぽの心が無限に続くだけだ。匠は冷たい現実を前に、唇を噛みしめるしかなかった。そして彼は再び、あの丘の上に立つ店へ戻ることを決意した。手に入れたはずの永遠は、あまりにも残酷な代償だったのだ。匠が再び丘を訪れたとき、永遠堂は静かに彼を待ち受けていた。前回と同じように、店主が穏やかな表情で迎える。おや？戻られましたか？店主はどこか予想していたように、柔らかな微笑を向けた。お願いです。記憶を戻してください。僕が望んだ永遠は、こんなものじゃなかった。匠は悲痛な声で訴えた。何かを差し出せば何かを失う。それが永遠の代償です。店主の声は冷たくはないが、深く胸に響いた。ですが、あなたの選択を取り消すことも可能です。ただしそれは彼女の病が再び戻ることを意味します。それでもよろしいですか？匠の胸に再び痛みが走った。真帆が苦しむ姿を想像すると、息が詰まりそうになる。だが、彼女が悲しげに自分を見るあの瞳を思い出すと、匠の迷いは消えていった。彼女と過ごせる時間が短くても構いません。僕は真帆を心から愛したあの記憶を取り戻したい。店主は静かな笑みを浮かべながら深くうなずいた。ようやくあなたは本当の永遠を見つけましたね。店主が手を軽くかざすと、再び店内が柔らかな光に包まれた。匠の胸に懐かしい記憶が鮮明に蘇り始める。真帆と出会った日、共に笑い合った何気ない日々。彼女を大切に思った瞬間のすべてが、温かな感情と共に戻ってきた。そして同時に、真帆を襲う病の苦しみもまた、避けられない運命として蘇った。それでも匠は、ようやく手にした本当の永遠を前に、静かな決意を抱いていた。店を出た彼の背中を、優しい月明かりが照らしていた。戻るべき場所には真帆がいる。限られた時間の中で、もう二度と後悔はしないと心に誓いながら、匠は丘を静かに下り始めた。真帆のいる病室に戻った匠は、静かに彼女の手を握った。真帆は驚いたように目を開いたが、
やがて優しく微笑んだ。匠、戻ってきたのね。彼女は弱々しい声で囁いた。ああ、ごめん。ずっと大事なことを忘れてた。真帆の手を握るそのぬくもりが、匠の胸に深く染み渡った。あのね、匠。私、もうあまり長くはないかもしれない。でもね、あなたと一緒に過ごした時間が何よりも幸せだった。彼女の瞳から涙が静かにこぼれた。匠はそっと彼女を抱き寄せた。真帆、僕はもう永遠なんて望まない。君と過ごす一瞬一瞬が僕にとっての本当の永遠だと気づいたから。真帆は小さくうなずき、優しい笑顔を見せた。その日から二人は穏やかな日々を過ごした。限られた時間は決して長くはなかったが、一瞬ごとがまるで宝物のように輝いていた。そして真帆が静かに旅立った日の夜、匠は再びあの丘の上に立っていた。今はもうそこに店はなく、ただ静かな風が吹き抜けているだけだった。永遠なんて、初めからここにあったんだな。彼は空を見上げ、真帆と過ごした日々を胸に刻みつけた。記憶の中に彼女はいつまでも笑顔で生き続けている。匠は静かに丘を追い始めた。胸の中にある真帆との時間は永遠に消えることはないだろう。空に輝く星々が彼を優しく見守っているようだった。匠は微笑みを浮かべ、小さくうなずいた。ありがとう、真帆。これが僕たちの永遠だ。その言葉は風に乗り、夜空へと静かに溶けていった。花が告げる真実。七瀬かすみが働くルミエールフルールは、ひっそりとした路地裏にある小さな花屋だった。外から見ると普通の店に見えるが、この店には一つだけ特別な特色がある。花束を包む際、花言葉を細かく組み合わせて、それぞれの思いや状況に合わせたメッセージを作り上げるのだ。その日もかすみは、店の奥のカウンターで花束に添えるカードを書いていた。爽やかな風がカーテンを揺らし、花々の甘い香りが店内を満たしている。今日はどんなお客様が来るかな。かすみはふとそんなことを考えていた。いつもは誕生日や記念日の花束を注文する人が多い。時には恋人への告白用の花や、大切な人を慰めるためのブーケもある。そのすべてにそれぞれの花言葉を添えて、思いを伝える手伝いをするのが彼女の仕事だ。実はかすみには不思議な力があった。お客が手に取る花を見ただけで、この人はこんな思いを抱えているのではないか、と映像のようにぼんやりと頭に浮かんでしまうのだ。それはまるで心の中の秘密を花が告げるかのように思えた。戸惑うこともあるが、それはかすみが花屋として働く上で大きな手助けになっていた。花束に添える花言葉が、その人に寄り添ったものになりやすいからだ。夕方近くになると、急に店のドアが開き、重たそうな足取りの客が入ってきた。ドアに取り付けられたベルが、小さく寂しい音を立てる。いらっしゃいませ。いつものように挨拶しながら顔を上げると、その客はどこか鋭い目をしていた。言いようのない重苦しい雰囲気をまとい、まるで嵐の前の空のように息苦しい空気を運んできたようにも感じる。かすみの胸に、かすかな警戒心が芽生えた。そんな気配を表に出さないよう、できるだけ穏やかに微笑みかける。今日はどのような花をお探しですか？色は黒。できるだけ深い色合いの花を添えてほしい。それに白い百合を混ぜてくれ。男性の低くかすれた声に、かすみはかすかな違和感を覚える。彼の視線はどこか落ち着かず、花を運ぶ理由も定まっていないようだった。
けれどオーダーはひどく不穏な色を帯びていた。黒いダリア、深紅に近い黒バラ、そして白いユリ。それらの花言葉を即座に頭に思い浮かべながら、かすみは得体の知れない胸騒ぎを感じずにはいられなかった。かしこまりました。どのくらいの量をご用意いたしましょう。ああ、たっぷりと。大きくて目立つ花束にしてくれ。金に糸目はつけない。客の声には奇妙な熱がこもっていた。かすみはその言葉を聞きながら、胸の奥で何かざわつくのを感じる。この人は一体何を思ってこんな花を求めているんだろう。彼女の不思議な感覚は警報を鳴らし始めていた。その客が抱える秘密はまるで漆黒の闇のように深く、重いものだと告げているように思えた。かすみは静かに目を伏せる。花の中に隠されたその真実を彼女はまだ知らない。だが花言葉が導く運命の意図はすでにこの店から始まっているのだ。黒のダリアと濃いめのバラを、あと白いユリを混ぜてくれ。できるだけ豪華にな。黒いスーツを着た男性は低い声で淡々と注文を続けた。七瀬かすみはカウンターの奥でメモを取りながら微妙に乱れる心拍を感じていた。本来なら客のリクエストを喜んで受け止めるのが花屋の仕事だ。だがこの注文だけはどこか言い知れぬ不安を呼び起こす。黒いダリアは背信、不吉といった花言葉を持ち、濃いバラは時に死を連想させる。そこに白いユリ、純潔、無垢を示す花が加わるのは、店員であるかすみの目にもその色の取り合わせは不自然に映る。かしこまりました。仕上がりはいつ頃ご入り用でしょうか。明日の正午までに。遅れるなよ。ぶっきらぼうに言い放った後、客は財布から大きな札束を取り出してカウンターに置いた。釣りはいらない。とだけ言い残して店を出ていく。その後ろ姿は、寒風のように鋭い空気を残しながら消えていった。小さな店に突然訪れた重苦しい静寂。かすみは深いため息をついた。その瞬間、彼女の不思議な感覚が胸の奥で警笛を鳴らすのをはっきりと感じる。この花束には何か深い意味がある。花の組み合わせには花言葉の暗い側面が露骨に散りばめられていた。きっとこの注文はただの趣味や偶然ではない。まるで何かを告げようとしているように、それも穏やかではない危険なメッセージを。どうしよう。かすみは思わずつぶやいた。花屋として仕事を全うするなら、単に依頼通りに花束を作ればいい。だが、彼女の特殊な能力は、このまま見過ごすことを許してくれそうにない。レジ横の花束サンプルに目を向ける。真っ赤なガーベラは神秘。淡い色のかすみ草は清らかな心。どれも日常を彩る優しい意味を持っている。だが先ほどの注文は、そのすべてを打ち消すように、濁った色合いを求めていた。あの人はどんな思いで花を贈ろうとしているんだろう。花言葉は人の心を映す鏡だ。そう信じてきたからこそ、かすみは違和感を見逃せない。彼女の頭には、客が去る際にちらりと見せた鋭い瞳が焼き付いていた。翌日の正午、まだ開店前だというのに、例の男が再び店の扉を開ける音が聞こえた。黒いスーツ姿は変わらない。その胸には薄暗い闇がすくっているようにも見えた。花束はできているな。確認するように低い声で短く問いかける。かすみは準備していた花束をそっと差し出した。黒と白が混じる大きなブーケは、どこか警戒心を煽るような不穏な美しさを放っている。間に合いましたので、どうぞ。どちらへお届けになるんですか？思い切って尋ねてみる。
だが男は霞の目を見ようともせず、そっけなく花束を受け取るだけだった。関係ないだろう。用が済んだら黙ってろ。そう吐き捨てると、男は乱暴にドアを開けて去っていった。ドアベルが震え、寂しげな音が店内に響く。このままでいいのかな。花屋の店員としての義務は果たした。けれど、霞の能力が伝える警告はやまない。このまま見過ごせば、きっと何か取り返しのつかないことが起こる。そんな予感が拭えないのだ。彼女は花束の残り香を嗅ぐようにして、ふと目を閉じた。暗く重い闇の奥に、わずかな危険の兆しが見える。まるで花が止めてほしいと囁いているかのように。霞は意を決し、奥の小さな机に書いてあるメモ帳を取り出した。そこには男が書き残した連絡先のようなものは何もなかったが、唯一、お届け先とおぼしき住所が一行だけ走り書きされている。調べなくちゃ。花を、そしてこの注文の意味を。心の奥で燃え始めた小さな正義感と不安が、霞を行動へと駆り立てる。彼女は自分の力を生かし、花が告げようとする真実を突き止めることを決意した。次の朝、七瀬かすみはいつもより少し早く花屋へやってきた。開店準備に取り掛かるより先に、昨日の客が残していったメモ、宛先のように見える文字列をじっと見つめる。そこには、三永財閥、別邸とだけ書かれていた。三永財閥。どこかで聞いたことがあるような。頭を巡らせながら、かすみはスマートフォンを検索してみた。大規模な企業グループを統括する資産家の家系で、この辺りの土地開発にも深く関わっているらしい。数日後には彼らが主催する大きなチャリティーイベントが開かれるという情報も目に入った。チャリティーイベント？もしかして、その時にあの花束が。かすみの不安はさらに増していく。黒いダイヤと白いユリ。あの不吉な組み合わせが資産家への贈り物だというのは、どう考えても普通ではない。花言葉に託された暗いメッセージだ。どんな目的で送りつけられるのか想像もつかない。一体何が起こるんだろう。彼女は花屋のエプロンをつけてから店の扉を開けた。まだ午前中の早い時間だが、常連客の一人が店先を伺っているのが見える。その客は数年前から通っている女性で、地元のいろいろな噂話をよく知っている人物だった。おはようございます。まだ準備中だけど、よかったらどうぞ。そう声をかけると、女性はニコリと微笑んで店内に入ってきた。早速新しい花を求めて店内を見渡す彼女に、かすみは思い切って訪ねてみることにした。三永財閥ってご存知ですか？実は最近ちょっと気になっていて。女性は花を眺めながら興味深そうに小首をかしげた。ええ、もちろん知っているわ。ここから車で30分ぐらいのところに大きな別館があるでしょ。今度、チャリティーイベントが開かれるって噂よ。でも聞いた話では、そのイベントで貴重な何かが公開されるらしいわね。詳しいことはわからないけど、大事な文書か何かだとか。重要な文章ですか？かすみの胸がざわつく。不吉な花束が届けられるタイミングで重要な文書が公開される。もしそれが狙われているのだとしたら。でもどうして気になるの？かすみちゃん。あの資産家の人たちと知り合いだったのかしら。そう問われ、かすみは曖昧に笑ってごまかす。まさか不吉な花束の依頼があって、それが怪しい事件に結びついているかもしれないとは言えない。女性が花束を買って帰った後も、かすみは店の奥でずっと考え込んでいた。あの客は資産家に恨みがあるのかな？それとも自分の依頼主から指示されて動いているだけなのかな？頭の中には黒いスーツ男の鋭い眼差しがよみがえる。ただならぬ空気をまとっていたあの男が、
資産家を脅すために花束を使った可能性は高い。しかも、その背後にはもっと大きな計画が隠れているような気がしてならない。仕事を終えた夕方、かすみは店のオーナーに事情を話し、少しだけ時間をもらって外出することにした。向かったのは、この町でよく噂を仕入れられるという喫茶店やバー。どこかに事件や怪しげな動きに詳しい人はいないか。そう期待して情報を集めようと試みる。すると立ち寄ったバーのマスターが不思議な噂を耳にしていた。三永財閥のチャリティーイベントで何か騒ぎが起こるって話を小耳に挟んだぜ。資産家の持つ土地の問題に絡んで過激な連中が動くらしい。まあ真理のほどはわからないがね。その言葉を聞き、霞の心に確信めいたものが生まれる。過激な連中の手先が例の黒いスーツの男なのかもしれない。そして花束は相手を揺さぶるための警告や脅迫の道具として使われるのだろうか。どうしよう。私がこんなところまで首を突っ込むのはおせっかいかもしれないけど。店に戻った夜更け、霞は花々が眠る静かな店内に一人残り考え込んでいた。花を扱っているだけではなく、人の思いを花から読み取れる自分。この力を使って少しでも誰かの助けになることはできないだろうか。あの客が何をしようとしているのか、花がきっと教えてくれるはず。霞は心の中でそう強く決心した。翌朝には思い切って三永財閥の別邸まで足を運んでみよう。何か手がかりがつかめるかもしれない。外は風が吹き、街灯が弱々しく揺れている。その明かりに浮かぶ店のショーウィンドウには優しい色合いのブーケが並んでいた。けれど霞の頭の中には暗く不吉な黒い花束のイメージが離れない。一見美しく見える花にも裏側に人の醜い感情が宿ることがある。まるで花が一度は見過ごしてしまいそうな真実を告げようとしているかのように。翌朝、七瀬かすみは開店前の時間を使い、三永財閥の別邸へ向かった。バスを乗り継ぎ、町の外れにある広大な敷地の門にたどり着いたとき、豪奢な門の前が目に飛び込む。外から見える建物は洋館のような立派な造りで、すでにチャリティーイベントの準備なのか、業者らしい人々が忙しそうに出入りしていた。すみません。こちらは関係者以外は立ち入り禁止ですが。門番の男性に制止され、霞はとっさに切り出せずにいた。目的を正直に話すわけにもいかない。だが、どうにかして屋敷の中の様子を探る必要がある。もたもたしていると、ちょうどそこへ一人の女性が現れた。上品な身なりをしながらも、気さくな雰囲気を持つ彼女は、財閥の関係者なのか、門番に挨拶を交わしている。霞の姿に気づくと少し首をかしげた。もしかして、あなたは花屋の方？え？突然の問いに驚きつつも、霞は反射的にうなずく。女性はにっこりと微笑んだ。実はイベント用に何軒かの花屋さんにお願いをしていて、ここ数日、いろいろな人が出入りしているんです。あなたもその関係かしら。よかったら入りましょうか。思いがけない幸運だった。霞は恐縮しつつも、屋敷の敷地に足を踏み入れる。そこかしこにガーデニング用の花が飾られ、クラシカルな庭園が広がっていた。私、三永家の事務を手伝っている北園と申します。当日は貴賓席の飾り付けもあるので、もしお手伝いできることがあれば言ってくださいね。北園と名乗った女性に続いて洋館の中に入ると、広間では会場設営のスタッフたちが忙しなく動き回っている。間もなく始まるチャリティーイベントの準備が佳境に入っているのだろう。霞は人混みに紛れながら、さりげなく周囲に目を配る。黒いスーツの男性は見当たらないか。
あの男がもう屋敷の中に侵入しているのか、それとも別の機会を狙っているのか。考え込んでいると、豪華な絨毯の敷かれた廊下を奥へ進むところで、不意に会話が耳に入ってきた。どうやらあの機密文書は今日のうちに金庫から移動されるらしいぞ。イベント当日には公開されるって話だが、こんな大切なものを狙う連中がいるんじゃないかって噂だ。スタッフ同士らしき男たちがひそひそと話している。やはり機密文書がターゲットなのか。かすみは胸が騒ぐのを抑えられなかった。北園さん、すみません。ちょっとお手洗いをお借りしますね。そう言って会話の場を離れ、人気のない小部屋に身を潜める。頭の中には黒いダリアと白い百合の花束がはっきりと浮かんでいた。警告か脅迫か、何か大事なメッセージを伴って、あの男はここへ花束を送りつけたはずだ。資産家の家の守りが手薄になるタイミングを狙っているのかもしれない。恐ろしい想像が次々と広がっていく。もし犯行が成功してしまえば、三永家だけでなく、多くの人々に被害が及ぶかもしれない。それでも、花屋の店員である自分に何ができるのか。無力さを感じながらも、霞の不思議な感覚は絶えず警笛を鳴らしていた。このままでは、花が訴える暗い真実が現実になってしまう。何とかして犯行の手がかりをつかまなければ。その時、廊下の奥から誰かがかけてくる音が聞こえた。息を切らせた様子のスタッフが黒煙に向かって声を張り上げている。北園さん、宅配業者らしい男が勝手に荷物を持ち込もうとしているんです。指示書にもないし、怪しすぎます。そんなはず、すぐに確認するわ。慌ただしく動く人々を目に、霞は本能的に確信する。その宅配業者こそ黒いスーツの男に違いない。あるいは彼の仲間かもしれない。今、行かなきゃ。霞は思わず廊下を駆け出した。次々と過ぎ去るドアの先で、彼女の視界はまだ何も捉えていない。だが、手の中にある切り花の香りが、やけに強く鼻を刺激する。それはまるで、急がないと取り返しがつかない。と、花が警告しているかのようだった。闇をまとった花言葉が、今まさに動き出そうとしている。霞は息を詰めながら、足早に洋館の奥へと進んでいく。息を切らしながら、七瀬霞は洋館の奥へと急いだ。すると、庭へ続く裏口のあたりから、怒号が飛び交い、スタッフが何人も駆けつけているのが見える。そこには例の黒いスーツの男が立っていた。男の手には小型の箱があり、中には何か金属のような道具が収められているようだった。その荷物は何だ？イベントには関係ないだろう。スタッフが詰め寄るが、男の表情には焦りとも苛立ちともつかない不穏な気配が漂っている。視線だけで人を威圧するような鋭さを放ち、スタッフたちの動揺を誘っているようだ。おい、邪魔するな。俺はここに届け物があるだけだ。明らかに不自然な言い訳。霞はその背後にちらりと花束の影を見つけ、ハッとした。黒いダリアと白い百合。あの日、自分の店で作った花束が男の足元に転がっていたのだ。やっぱり、こんな形で使うつもりだったんだ。霞は気づいた。あの花束は脅迫の象徴であり、この別邸に危害を加えるという警告でもあるのだろう。もっと大きな計画の一環として、何らかの破壊や妨害を企んでいたに違いない。それでもまだ、完全な犯行には至っていない。今阻止すればきっと止められる。思わず近づこうとしたその時、男の視線が霞を捉えた。貴様、花屋の女、なぜここにいる？警戒と怒りが入り混じった叫び声が響く。スタッフたちは事態を把握できず、
一瞬ひるんだように動きを止める。だがかすみはたじろぎながら意を決して男を見据えた。もうやめてください。あなたのやろうとしていることは間違っている。こんな花束を使って誰かを脅しても悲しみしか生まれません。一瞬の静寂。男は嘲笑するように唇を歪めた。ならどうする。貴様は花屋だろうが、こんなところに首を突っ込んで何ができる。私には花が教えてくれたものがあります。かすみの声は震えていたが、決して折れなかった。黒いダリアの花言葉は裏切りや不吉です。でもそれだけじゃない。あなたを片時も離さないといった強い思いを示すこともあるんです。その思いが向かう先が愛ではなく憎しみになった時、人は自分をも追い詰めてしまう。そこで男は嫌悪感むき出しに鼻を鳴らした。その間にスタッフが合図を送り合い、男の背後を囲むようにじりじりと移動している。ユリも純潔や尊い存在を意味する時がある。でも白色は時に弔いの花として扱われることもあるんです。あなたはこの組み合わせで何を伝えようとしたんですか？かすみの問いかけに男は歯ぎしりをし、結局何の言い訳もできずに箱を床へ放り投げた。周囲のスタッフが一斉に飛びかかり、男を取り押さえる。くそ。男は抵抗しようとしたが、数人がかりで抑え込まれた。間もなくセキュリティ担当が駆けつけ、拘束した男を敷地外へと連れ出していく。事件は未遂に終わった。男の仲間がいたかどうかはわからないが、少なくともこの計画は阻止できたと言えるだろう。転がっていた黒い花束の花弁は無残にも足元で潰れ、苦しげにしおれていた。かすみは胸をなで下ろしながら、潰れた花束をそっと拾い上げる。花びらは今にも散ってしまいそうだったが、彼女は優しくそれを抱きかかえた。ごめんね。花屋としてこの子たちをこんな風に使わせるなんて。手のひらに伝わる冷たい感触。本来なら人を癒し、思いを伝えるためにあるはずの花が、憎しみや争いに利用されてしまった。それでも最後はきちんと止めることができた。あなたが教えてくれたのよね。暗い意味を持つ花言葉も使い方や気持ち次第で変わるんだって。花束を抱えているかすみの姿に、北園がそっと近づいてきた。あなたが止めてくれたのね。危なかったわ。本当にありがとう。花屋さんの力なんて関係ないと思っていたけれど、あなたがいてくれたおかげで救われた気がするわ。北園はそう言ってかすみの手を取り、深々とお辞儀をした。スタッフたちも安堵の表情で次々にお礼を口にする。かすみは何度も首を縫って、いえ、私なんて。と控えめに返すが、心の中には確かな充実感が広がっていた。自分の力、一人の心を映し出す花の声を聞く力が誰かのために役立ったのだ。それから数日後、事件の後処理も落ち着いた頃、かすみはいつものように花屋で仕事をしていた。すると、静かに店のドアが開き、一人の客が入ってくる。華やかな色のバラを手に取った後、少し照れくさそうに微笑んだ。実はプロポーズの花束にしたくて。その言葉にかすみは嬉しそうにうなずき、優しい色のかすみ草を添えながら花言葉を説明していく。感謝や幸せを願うといった穏やかなメッセージが、客のまっすぐな心を照らし出すようだった。ふと、黒と白の花束が脳裏に浮かぶ。人の思いが悪意に傾けば、花言葉は危険なメッセージとなる。しかし、そこに少しでも光を見出そうとする心があれば、花は必ず優しい顔を見せてくれる。ありがとうございました。きっとうまくいくと思います。客が大切そうに花束を抱えて店を出ていくと、かすみは静かに店の奥を見やった。並んだ花々が日の光を受け、様々な色合いを反射している。その姿はまるで、
数えきれない人々の心を映しているかのようだ。花はやっぱり人の気持ちを映す鏡なんだな。かすみは微笑んで、今日仕入れたばかりの白い百合を手に取った。純潔を表すはずの真っ白な花びらは、汚れのない輝きを放っている。そう、どんな意味を持つ花でも、そこに添える思い次第で姿が変わるのだ。花が告げる真実は、きっと人間の心を映し出す。それを導くのが自分の役目なのかもしれない。かすみはそっと百合の花びらに触れ、決意を新たにした。今日もまた、この店から物語が始まっていく。人々が抱える思いを包み込みながら、花は咲き、そして真実を語るのだから。